お疲れ様です。いつもご視聴いただきですね、ありがとうございます。ゆうちーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しておりますので、よかったらですね、チャンネル登録お願いします。それではですね、今回は第3章ということでですね、前回の続きからまたお話ししていこうと思うんですが、この動画をね、初めてご覧になられる方はですね、第1章から見られると、話の内容がよくわかるかと思いますので、できたらそちらからご覧ください。一応概要欄の方にリンク貼っておきます。前回の動画ではですね、ダイブトゥーリバーをした後ですね、救急搬送されて入院したところまではお話しさせてもらったかと思うんですが、今回はその後ですね、もちろん腰の骨がね、骨折してるんで、当分はね、ベッド上の生活ですよね。で、2週間くらい経った頃だと思うんですけど、喫煙者だったんで、もうめちゃくちゃね、タバコが入院中吸いたいわけですよ。もう2週間ずっと病院内ですし。で、運ばれた経緯がですね、自殺未遂で救急搬送されましたんで、万が一のためというか、外出禁止令がね、発令中だったんですよね。でもね、本人はね、吸いたいんですよ、タバコを。もう吸いたいっていう気持ちがね、どんどん膨らんでいくわけですよね。でですね、とうとうね、その吸いたいの気持ちがですね、行動に移ってしまうんですよね。家族が面会に来た時に、家族がね、看護師さんと日常の世間話とか、今後の治療方針とかをね、話をしている。その隙にですね、もうこそっと荷物搬入用のエレベーターを使ってですね、病院の裏手から、外に一人で出て行ってしまいました。で、それで、近所のコンビニまでね、なんとか必死で歩いて行って、そこで、タバコを買ってですね、外で吸ってたんですよね。で、その吸ってて、その10分後ぐらいですかね、もうね、めちゃくちゃものすごい勢いで、ブワーっとね、看護師さんがね、3人ぐらい走ってきて、もうね、ちょっと何やってるんですかみたいな。出てったらダメでしょみたいな。勝手に何やってんの早く戻るよつって。でね、タバコをね、バーって取り上げられて、で、もう強制的にね、病室に連れ戻されました。そりゃそうなりますわね。もうね、その時はね、精神的にね、もう僕自身ね、自暴自棄になってまして、もうね、怒られようが何をされようがね、もう知らんと。もう気持ちがね、大きくなってて、もうタバコを吸うっていう、その気持ち以外、何にも怖くなかったんですよ。で、いわゆるね、そういった状態が、そう状態なんか気持ちがすごく上がってるっていうんですかね。なんかそういうことらしいです。で、なんで、そういったそう状態の気持ちだったんで、もうね、自分が悪いことをね、今してるっていう感覚が、もう全くなかったんですよ。なんか自分が悪いことをしているっていう感覚よりも、今、俺はタバコを吸いたい。もうその行動を止めるなっていう、その気持ちの方が大きくなっちゃってるんですよね。だから周りが全く見えてないんですよ。もう要は自己中です。自分のことしか考えられないぐらい心のキャパがもう狭くなってるんですよね。で、一方ですね、看護師さんとか家族はもうほんとたまったもんじゃないですよ。で、病室見に行ったら、当の本人はね、いつの間にか病室からいなくなってるし、で、またどっかね、自分で自殺しに行ったんじゃないか。周りはね、そう思ったみたいですよ。で、病院内はね、もう騒然としちゃってて、で、それで手の空いてるね、看護師さんが総出で近隣をね、捜索して、で、警察にも捜索願い出して、っていうことだったらしいです。で、後になってね、考えてみたら、もうマジで迷惑な患者だなってね、自分でも本当思いますよね。で、それで、病院側からね、そういったルールを守れない方は、もうこれ以上入院させれませんと言われてしまって、翌日ね、強制退院ということになりました。出てってくれってことですよ。もう自分の病院ではもうこれ以上ね、見れないから、もうちゃんとした精神的なところがね、治療できる、そういう精神病棟の方にもう行ってくれっていうことですね。で、それで、元いた精神病院に転院する運びになるわけなんですけど、もうね、僕としては、あそこにね、もう戻るのはね、断固として嫌だったんですよ。で、堅くなに嫌だって拒否して、
とりあえず一旦ね、自宅に戻りました。で、それで、精神科のね、定期受診のために入院してた病院へ、外来受診として行ったんですよ。受診して、主治医の先生に最近の状態を伝え終わった時ですよ。先生から、もうこのまま入院してもらいますから、もう自宅には帰れませんって言われるんですよ。で、俺は、何言ってんのこの人みたいな。帰るけど、みたいな。で、入院は絶対しませんよ。いや、帰ります。大丈夫ですから帰りますって伝えたら、いや、もうこれはね、措置入院なんで、もうあなたに選択権はないので、もう拒否することもできません。もうこのまま強制入院です。って言われて、で、その言われた後ですよ。診察室の中に、屈強なね、男性看護師がね、4人ぐらいぐわっと入ってきて、もうね、力ずくでね、車椅子にね、バコーン座らされて、で、高速具、腕のね、高速具と足の高速具つけられて、そのままね、保護室行きになったんですよ。もうびっくりしましたよ。もう、裸祭りでも行われるんじゃねえかっていうぐらい、もうね、屈強なね、がたいのいい、ボディービルダーみたいな、看護師さんがね、ブワって入ってきて、もう、羽交い締めですよ、みんなで。で、車椅子バコーン座らされて、で、そのままね、保護室行きに力ずくで連れてかれたんですけど、で、皆さんはね、保護室って多分知らないですよね。で、保護室っていうのが、重度の精神疾患者専用の、特別室みたいなところで、病棟にもね、3室ぐらいしかない特別室なんですけど、そのお部屋はですね、暴力行為とか自殺、そういった恐れの高い人用の留置所みたいな特別な部屋があるんですよ。で、部屋は、鉄の扉でできてて、で、部屋の中に窓はなくって、で、あるのはベッドとトイレしかないです。で、監視カメラもついてて、24時間看護師にずっと監視される、特別室っていうのがあるんですよね。保護室っていう。で、全くね、自由のない部屋で、部屋から出ることができるのが、診察の時とお風呂の時だけですわ。で、出る時はもちろん看護師2名対応で付き添われますし、お風呂に入るのも脱衣室、浴室の中、看護師1名1名入られて、監視されながら入る形です。で、部屋に戻るまで常に看護師さんの監視のもと付き添われる形ですね。もうね、ほんとね、囚人と同じような生活してるんじゃないかなってその当時思ってましたね。で、その部屋から通常のね、一般の病室に戻るためには、医師の許可がないと保護室から出ることができないんですよね。で、そんな部屋で僕は2週間ぐらい過ごしましたね。もう初めはね、もう精神的に興奮してるし、土地狂ってたんで、もう鉄のドアをね、バンバン叩くわ、大声上げるわ、蹴りまくるわでもうね、すごかったです。初めの入院して3日4日間ぐらいはずっとそんな感じでした。規制上げたりとか、もう暴力振るったりとか。で、そんな感じでしたね。で、その後、しばらくね、すると、精神的に気持ちもだんだん落ち着いてきて、そういった行為をね、しなくなってくるんですけど、いやー、保護室はね、マジでね、地獄でしたね。本当に嫌でしたわ。で、それで精神的に落ち着いた後に、一般のね、病室に移ったわけなんですけど、で、あまりにもね、やっぱその一般の病棟に移ったとて、もう精神病棟なんで、もうその生活がね、嫌になるんです。で、もう嫌になりすぎて、そこでね、今一度決心するんですよ。もうバカなんで、もう精神的にね、土地狂ってるんでね。で、そこでもう一度脱走しようとね、考えるわけですよ。こんなとこもう痛くないからもう家帰ろうって思うわけですよ。でも、精神科の病棟はですね、通常の一般病棟とはね、異質な作りに構造上なってますんで、そうやすやすとね、脱走できない、そういった仕組みになってるんですよ。病棟から出るときには、廊下にね、出るための扉があるんですけど、その扉はね、ID カードでかざさないとロックが解除されない、そういった仕組みになってますし、廊下に出たとて、エレベーターで降りようと思っても、エレベーターを動かすためには、またね、看護師の ID カードをかざさないと、エレベーターのボタンすらね、押せないんですよ。で、そういったね、脱走防止の仕組みがね、院内、取られてるんですよね。ですので、事実上ね、外に一人で出ていくのは、もう完全不可能なんですよ。そこでね、僕はね、めちゃめちゃ考えたんです。家族と一緒であれば、15分だけね、
外出できる院内ルールっていうのがあったんで、その院内ルールを使って家族と一緒に出た時にもう脱走しようというふうに心に決めたんですよね。で、身内と一緒に、面会に来てくれたね、身内と一緒に外に出て15分だけね、外出していいっていう院内ルールがありますから、外に出て、で、タバコを吸ってる時に隙を見て、猛ダッシュで逃げましたね。もう本当にね、首輪のついた犬がね、外に出てった時に、もうリードをね、地面にダダダダと引きずって逃げていくぐらい、もうダッシュで逃げていきましたね。で、それで、3キロ先ぐらいのガソスタまで全力で走って、で、そこでタクシーを呼んでもらって、家に帰りました。で、それで家に帰ると、そこからね、もっとね、大ごとになるわけですよ。そりゃそうですよね。精神科の病棟からね、脱走するなんてあんまりね、事例がないぐらいなんでね。で、家にあの時警察官が7人ぐらいと、あと看護師が2名迎えに来ましたね。で、家の周りは騒然としてたと思いますよ。パトカーは何台も止まってるわでね、近所迷惑極まりないですよね、本当に。マジで申し訳ないなと思うんですけど。でもね、僕はね、どうしてもね、病棟に戻りたくなかったんで、断固拒否しましたね。1時間ぐらい警察官と、看護師さんがね、説得されるんですよ。戻りましょうって。ね、こんなとこにいても、またね、危ない行動を取るかもしれないから、もう一旦病院に戻って、先生とまず話しましょう。ね、話して決めればいいから。でね、もういろいろね、あの手この手でね、説得してくれるんですけど、僕は断固、その説得に応じないわけですよ。で、最後は、主治医の先生から電話がかかってきて、僕はもう絶対戻りませんと。もうあそこには絶対戻りたくないですっていうのをもうずっと言ってるもんだから、もう先生もね、泣く泣く、じゃあ自宅療養へ切り替えますっていうことをね、了承してくれたっていうことになりました。で、この時はね、もう本当にね、いろんな方にね、多大な迷惑をね、かけたと思います。身内、病院関係者、警察の方、家族、もうほんといろんな人にね、迷惑かけたと思うんですよ。近所の人とかね。でね、今はね、マジでね、反省してます。でも、その時はね、そんなことよりも一刻も早くね、この地獄から逃げたいと、この監獄から、この檻から外に出たいと、ここでは生活したくないっていう思いが強すぎて、そういったね、異常な行動をとってしまったんですよね。でも、僕の場合はですよ。僕の場合は、この異常な行動、脱走行為が、結果的にね、後々、いい方向に働いたんですよ。ということで、今回はここまでとさせていただいて、続きはですね、次回の動画でお話しさせていただこうかなと思います。ここまでね、異常な行動をとってしまうぐらい、精神的にね、重症だった僕がですね、どういった方法でここまで元気になったのか。それはですね、次回の動画でその理由をお話しさせていただこうかなと思います。もうね、ひどい時は精神薬のお薬を10錠以上服用してて、体重も今より15キロぐらい増えてましたね。めちゃくちゃデブでした。で、リスペリドンっていう頓服薬、結構強烈なね、安定剤があるんですよ。水薬みたいなチューブな薬で、不穏な時にチュッて飲むと、ちょっとね、気持ちが落ち着いて、めちゃくちゃタラーンと眠くなるっていうんですかね。そういうね、お薬があったんですけど、それ1日に3本までって決まってたんですけど、ぐったぐだになっちゃうんで、僕はね、ひどい時は1日にそれをね、10本以上飲んでた時もありました。で、もちろんね、障害者手帳も給付されてましたね。あとは、自傷行為をしてた時もありました。壁に頭打ちつけたり、電気コードで首を自分で絞めたり、リストカットしたりとかですね。そういったこともありました。そんな僕でもですね、今では完全完治して、普通に仕事もできてますし、精神薬も一切飲んでいません。再発ももちろんしてません。ですので、重度のうつ病の方でも、ちゃんと完治することは可能ですので、現在ね、うつ病で悩んでいる方、もうゆっくりでいいんですよ。慌てなくても焦らなくても全然いいです。
あなたのペースで大丈夫なので、前向きにね、少しずつ一歩一歩何かしらの行動を一緒にしていきましょうということですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がですね、少しでも参考になったと思ってくださった方、いいね、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ということで、今回はこの辺で失礼させていただきます。また次回、回復編の方でね、お会いしたいと思います。ではでは、さようなら。